まあ、新人王大佐のプロになって取ったじゃないですか、でこう、まあ、順調にキャリアを歩んでると思うんですけど、逆に、挫折経験はないんですか？挫折、いやでもやっぱ途中、まあ、新人王も取ってさ、で B リーグ1年目とかも、まあ、日本代表候補呼ばれたりとかして、結構なんやろ、まあ、順風満帆じゃないけど、もうほんまにこれからやなって感じやってんけど、なんかそっから一時結構伸び悩んで、で怪我も多かったり、怪我してたんだ。してただから多くて、なんか結構くすぶってた時期もあって、まあそれが挫折かどうかって言われたら挫折とは思ってないねんけど、そういう時期もあったね。まあでもそういう時期があっての今なのかもしれないし、そうなんかきっかけは何だったんですか？逆にでもやっぱショーンさん来て、ヘッドコーチが来て、すごい良くなったかなと思う。なるほど。この3年ですごい自分伸びたなってのが、だからもうやっぱ年齢じゃないんですよね。年齢じゃないと思う。本当に、どう頑張るかっすよね。焦げた。やばい、焦がした。すいません、失礼しました。これ僕食べます。日頃やっぱ肉を焼いてもらってるっていう。いや、僕はやっぱ甘えてるんで、あまり自分で焼くことがないんやろうな。僕焼いてもらってばっかのものなんで。後輩でも僕先輩に焼いてもらったりしちゃうんで。すいません、ありがとうございます。プロになるために何が必要とかさ言われるやん、よく。何をすればプロになれますかとか、やっぱいろいろあるけど、やっぱ運もすごい大事やなって思わん？いや、なんかって思ってたんですよ、僕は。運なんてみたいな、そんなんって思うけど、運ってその自分でコントロールできないって思う気ができちゃうんですよ。まあそうやな。それはあるかも。なんか結局でもその運を引き寄せてるのは自分やからな。そうですよね。なんかいや、僕がこの年になってですよ、過去の自分ができたかわかんないですけど、なんかマジ挨拶1個とかやるだけで、いや、分かる。でもそういうのはこんな説教じみたジジイみたいなこと言いたくないですけど、いやでも俺も挨拶おじさんやからさ。挨拶おじさんなんですか？どうもこんにちは。めちゃめちゃうるさいから、挨拶に関しては高校の時から。でもやっぱ挨拶できるってだけで、そうやっぱこうふるいにかけられた時に、あいつでいいかってイメージ残るじゃないですか。印象って大事やからな。いや、そうですよね。やっぱ大谷翔平さんとか、マンダラとかあるじゃないですか、そこのちゃんと一つの枠に挨拶しっかりするとか、掃除しっかりするとか、なんかやっぱあるじゃないですか。人としてのなんか明るさとかやっぱね、人間性はな。僕やっぱ今までのやっぱ滋賀、千葉、名古屋と来て、みんないい人っすもん、基本的に。同じチームメイト、プロ選手、自分は除い分かんないですけど、自分のことはみんないい人っすもん、やっぱ。だからなんだろうな、結構当たり前なことなのかもしれないけど、挨拶とかそういうことができない、でもそれがマジで僕は運につながると思うんですよね。そういう一つ一つのな、行いがね。いや、そう知らず知らずのうちにこう何かを引き寄せて回ってるっていうのは俺もそれは思う。いや、運はマジ大事だと思う。運はあると思う。運も大事やし、結構技術的なこと言ったらシュート上手い人ってやっぱ生き残ってますよね。まあな、プロでシュートは大事やな。なんか変なこと言いました。まあでも人間性を磨くのが大事ってことですかね、そうなると。人間性ができてないと、やっぱでもそもそもそこのレベルにいけないと、どっかでふるいにかけられる、だからその高校の先生とかがこういうの挨拶とかちゃんとしろとか言うのはやっぱり、そう、その時はね、いや、その時は何言ってんのって思うじゃないですか。挨拶が何よとか思うけど、まあその仮にバスケットプロになれんくても、今後の人生にはやっぱ絶対何かしら生きてくることだとは思うんで。そうですね。あと何でしょうね、質か量かだったら、いや、そこは難しいよな。これは難しいです。これは難しいね。これは僕が今振っといた例ですけど、これが難しいね。量の人もいれば質だと思いますけど、質の人もいると思うんですけど、めちゃめちゃめちゃ行き過ぎた。
めちゃくちゃ真面目な話してんな。真面目 YouTube でこんなど真面目ど真面目な話したど真面目かいよ。初めてかもしれないです。人よりも努力する。そんなん当たり前やけど、当たり前ですよね。当たり前やけどそれができひん人の方がやっぱ多いと思う。そうですね。絶対的に。でもかといってさ、努力したからって報われるわけではないです。報われるわけでもないから、なんか初めの一歩でもあるよな。初めの一歩見たことないです。ないか名言であるんよ。努力した人が必ず報われるとは限らないけど、はいはい、成功した人は必ず努力をしたっていう。なるほどね。成功するにはもう努力っていう土台がないと。そう深いよ。読みたい。初めの一歩のね会長が言うんよ。あ、そうなんですね。勝ち続けるっていうのがすごいですよね。そのやっぱ一回勝つのって簡単ではないけど、その勝ち続けるのが一番難しいです。何の話？ボクシング？いや、アスリートっていうか成功って難しいですよね。今の完全ボクシングの話だやろ。いや、ボクシングっていうか勝ち続けるって。いや、違う普通に。いや、だってプロバスケ選手だってバスケだって勝ち続けるのむずいじゃないですか。まあな。1回の成功なんて誰でもできるけど、勝ち続けた結果与えてた今のキャリアがあるでしょ。勝ち続けたか勝ち続け自分にだったりとか、自分にね、自分にだったりとか、でもなんか一個すっげえ強いところがある。いや、そうやね。やっぱ強みが何かしらやっぱあるってのは大事。とんがってるのが大事かな。どっかがこう長所がすごい、やっぱめちゃめちゃ身長高いとか、やっぱそれだけでもな有利だしな。有利ですよ。やっぱ人に勝ってるところがなんかあるってのはいいよな。俺だったらそれが例えば身体能力だったっていうだけやし、それを基盤にしたらいろいろねできることがありますから。そう身体能力がもともと高いんですか？もともと高いと思うな。でも身体能力活かせる人と一緒に高くてもバスケに活かせない人もいるじゃないですか。身体能力なくてもバスケだったらあいつなんか身体能力高くねってなる人もいるじゃないですか。それって何があれですかね。めっちゃむずいな。僕インタビューはめっちゃむずい質問してくるバリむずい質問マジでそういう記者いたらうざい。こういううざい答えにくってなるよな。何が違うと思いますじゃないんよ。なんかそう緩急使うとかあるじゃないですか。いや分かるよ。その言ってることはインタビュアー首説ある。首やな。もう正直今インタビュアーとして意識しすぎた。もう普通に佐藤拓磨で喋れば。佐藤拓磨で喋っていいですか？そろそろもういいやろ。俺向いてねえわ。変にインタビュアーぶろうとするから。バスケ IQ って言うじゃないですか。やっぱそれが高い選手があれですよね、トップにいますよね。そうやな。だからやっぱそれはめっちゃ大事だと思うな。そのやっぱ監督のやりたいことに合わせれる力というか、監督によってさ、求めてるものって違うやん。違いますね。プロで生き残っていくにはその力すごい必要だと思う。俺なんかあれなんですよ、もっと早く気づけよって話なんですけど、プロになって一番なんか自分の中であったのが、なんかしたいプレーをしてたんですよ、僕は。ディフェンスが見れてないっていうか。でもプロになった時にその SD ショーンに言われたのが、お前にとって今までの一番のコーチ誰だって言われて、いや、もうこの人ですって話した時に、いや一番のコーチはお前だよって、お前の頭の中にコーチがいるんだって、自分で頭で考えることが大事だぞって言われて、ディフェンスが全部ディフェンスを見ればいいんだって。結構当たり前なんだけど、中途半端にちょっと背が高くてできちゃったりしたら考える癖ってあんまつかないじゃないですか。それマジで大事だなって。なるほどね。でも最近の子供たちって結構そういうのあると思うんですよね。考えるようにしてるコーチの人たちが多い気がします。いろいろ見てたらめちゃめちゃど真面目な会話してますけど。いいでもこんな感じなんですか？いや全然。でもアホな話しかしてないですよ。でもこういう話大将のちょっと照れくさいですね。
俺全然できるで。真面目な話。あ、俺もできるっすよ。もう宮真面目なんで。相性がそうですね。タイさん結構もう、まあ年上の前で言うのはあれだけど、なんか自然体でいれるっていうか、なんかいいなってさ、舐められてる。舐められてるのはちょっと違うんですよ。いやまあまあ、こ気持ちの関係性だからこそ俺はね、ビッグキャプテンを100万にしたんで、まあいろいろ話もできるし。自分の持ってるものをぶつけられる人が心の許せる人じゃないですか。なんか僕は大志さんに自分の恥ずかしいラインが0から100あったら100あるんですよ。0から100は出るけど一方通行だったらダメじゃないですか。でも結構その相性って僕0、100がここが合う人だと思うんですよ。これこのチューナーチューナーが挑戦してるわけよ、お前が。いや俺が挑戦してなくてもともとあるじゃないですか。でこの人には自分の50しか出せないなみたいな。でもこっちは100出してきてるわみたいな。でそこの100と100があったら相性いいってなんのかなって勝手に思ってる。その件についてどう思います？そんな一切考えたことないわ。考えたことないですか？あ、じゃあ自然調整タイプかな。自然に多分お前が勝手にこう俺のやってんじゃない俺がこうやってこうやってる。気づいたらこう着にしてるかも。でもほんまにね、なんですか？だってこのチーム来るまで全然仲良くない。そう全然絡みなかったんですよ。まあ知ってる。はいたけど、挨拶してこんにちはって言ってくれるけどその先がねえなって。なんかその先に話膨らまなそうかも。まあちょっとツンとしてるもん。でちょっとツンとしてて。最初はな。はい。でどんな感じなんだろうなって話してみたらなんかめっちゃ話しやすかった。最初はツンってしてるんで仲良くなったらとことん仲良くなって。なるほどなるほど。大型やから。それあれだな、沼らしちゃうな人のことを。沼らしちゃうタイプ。沼らしちゃうタイプですわ。だから観葉植物だよ、あかんない。枯らしちゃうからね。枯らしちゃうな。千葉に行った時に観葉植物買ったんですよ。ガジュマル買ったんですよ。もう幸せの木みたいな。なんか僕の場合枯れたんじゃない、なんか真っ白になってなんか土もガジュマル何？緑木の茶色に葉っぱ緑なんですけど、真っ白くなった。真っ白になったんですよ。土もあれなんか観葉植物カビですかやっぱあれ。でもなんか詳しい方いれば教えてほしいんですけどなんかまだいるんですよ家に。でだいぶその白は薄くはなってきたんですけどまだちょっと白い。なんかその白身を取るにはどうすればいいのかちょっと詳しい方教えてほしいんですけど。プロでやってて急にガジュマルからの振り幅でプロやっててストレス感じることあるじゃないですか。まあいろいろね、やっぱこうみんなそうじゃないですか社会人とか。いろいろプロやとメンタルストレスはすごいよね。まあね、理不尽なことも起きるじゃないですか。プレーやら何やらうまくいかないこともの方が多いから。でスタッフだろうとかもそうですね。出てないだろう。また壊しちゃう。負けてる時はやっぱきついな。きついっすね、負けてる時はね。そんな時はどうするんですか大地さん。リフレッシュ方法は。ちょっと焦げたんですか。俺も焦げてる。一緒です。一緒ですね。リフレッシュ方法はどうなんですか。でもやっぱサウナちゃう。やっぱやっぱ結局原点サウナなんですかね。去年もさ、ほらやっぱ苦しい時期あってありましたね。結構サウナ行って癒されますよね。癒されるよな。カラオケもやっぱカラオケね、やっぱ自分をこう出せますからね。それはいつ行くんですか？試合後も行きますし、試合前の夜も行きますし。月曜日だったら試合の前の日いいんですか？いいの？全然。でもちゃんと水飲んだら大丈夫ですよね。でも匠は試合前サウナ入んないですね。だからやっぱリフレッシュ方法はサウナと歌うことなんですね。名古屋のバスケって結構そのプレータイム関係なくその人の
選択が他に影響めっちゃするんですよね。そういうシステムなんで、リードバスケっていうかその読めないといいバスケにできないから、まあもちろんコアちゃんとしてるけど、その中でもね、その中でこう流れのあるバスケットだから、面白いな。だから責任が生まれるんですよね、めちゃくちゃ。だから成功したらめっちゃ嬉しいし、失敗したらめっちゃ悔しいし。あと何聞きたい？中に足したいけど。欲しがってますね。欲しがってる。なんだろうな。でも結構ね、俺大志さん次の子供たちの話なんでしたかっていうと、結構その参考にするべき選手なんですよね。その身体能力あるけどに頼らないプレーができる選手でもあるから、例えばストップできるとか、そこからアシストとか何でもでき、その選択肢が広い選手なんで。なるほど。そういうのをじゃあ深掘りしてよ。じゃあドライブとかするときにまずどこ見てるんですか？それはね、大学の時に塚さんにすごい言われて、目の前の相手はいないもんやと思ってて、はいはい。次のヘルプを見てる。次のヘルプね。なるほど。じゃあもうここでいくらもうこんなディフェンスしてても、もう大志さんからしたらもう、まあ、ある程度は見なせる、自分の中に。はいはい。その次がどうヘルプみたいな、どこのやつが動いてるのかで、こう空いてるとこに。これ結構マジで参考になると思う話です。このバスケ少年結構俺アシストするもんな。そうですね。それはかなり目線っていうか、そういうの大事ですよね。目線とかどこ見るか。ディフェンスの時にどこ見てる？ディフェンスの時、オンボールですか？相手のこう見る時ですか？僕目見たら僕単純なんですぐ騙されちゃうんでまあ目もちょっと見て駆け引きするけど、なんかここら辺見てる。俺この辺見てる。ここら辺。でもよく言いますね。ここで分かるって。見た方がいい。僕はなんかこう全体、ここら辺全体見てますけど。目見たら騙されちゃう。目見たら騙される。もちろん見るじゃないですか。見るときあるけど、やっぱ上手い選手って目のフェイクとか。すぐに来たと思っちゃう。いや、思っちゃうんですよね。それ上手い誰ですか？比江島さんとかやばい。比江島さんはもう目線のフェイクとか体フェイクが1個のムーブだと思いきやめちゃくちゃ細かくあるんですよ。実はだからすごい対峙したらすごいですよ。だから独特なリズムってやれるけど、なんかその細かい動き、細かいフェイクが多い。だから読めないんですよね。ニュービル選手もうまいですよね。ニュービルもうまいね。誰も B リーグでこいつすごいな。やっぱ僕ポイントガードが好きなんですよ。やっぱ、匠もそうですけど、富樫勇樹さんで河村勇輝やっぱついてて、比江島さんもそうですけど、やっぱ無数のヘジテーションがあるわけですよ。もう出てみたいな。そう、もうあれやられたらもうできないし、でやっぱ富樫さんはそこから打てるのがすごいし、河村とかやっぱオリンピックにすると縦に蹴る力がそもそもめっちゃ強いじゃないですか。ガードをいったらちっちゃいけどやっぱうまいポイントガード多いもんな。いや、そう、おそらく次の富樫勇樹、次の河村勇輝、次の次世代が出てきますからね。またその子たちはめっちゃ楽しみだなっていう、ただの一ファンとして楽しみ。やったら次世代楽しみだ。次世代楽しみっすよ、やっぱ。なんですか、この熱血チャンネルみたいになってるけど。すごいな。どうなんですかね、これは。めちゃくちゃ回ってる気がする。カラオケの方もじゃあまたカラオケの方お願いします。連続80点10回取るまで帰れません。あ、いいかいな。80点低くない？ 90？ 低いですか？僕正直多分90点だったらいけますね。それはおかしい。90点の方が高いから。いや、そうですけど、90今80点の言い方正直、そう、80点だったら正直いけますねだったら分かるけど、80点って言ってて90点だったら正直いけますね。おかしい。いや、でも正直いけます、マジで。90点曲選べば。いや、チャリよ。企画でじゃあやろうよ。これは決定でやりましょう。やりますか？帰れまてんで。帰れまてん。でもだいぶ今日でタイトさんのことをやっぱ深掘りできたんじゃないですかね。だいぶインタビュアーとして
いや正直インタビュアーとして手応えありあり、はいなんかあんまないじゃないですかこうやってまあ、バスケのこと語ることあんまないな。ですよねバスケのことを語るインタビューでちょろっと話すそうですよね、まあ、僕目線でやっぱ聞きたいこと聞けたんで、あ、よかったです。はじゃあまたぜひ呼んでください。い、いやもうぜひいや俺結構自信あるんですよ今までのメディアの中で一番大志さんっぽいところ聞けたんじゃないですか今日のサウナからここ焼肉で僕だからこそ出せるこのポンコツ感で出せる太一さん一見の価値はあるんじゃないかといい味出た。いい味しかないでもいやめっちゃ楽しかったです何より楽しかったね。何より楽しかったそれが一番。それが間違いないですね、まあ、お互いそのおのおのあると思うんですけど余裕のある時余裕のある時ね余裕のある時にまたぜひまあまあその、まあ、キャプテン副キャプテンにもなるんでちょっといろいろまだ決定そういうじゃないですか話とかもちょっと裏話とかもさ確かにできたら面白いんですよ、チーム事情じゃないけどキャプテンのそのなんやろ今のチームの現状をこうしていこうみたいなミーティングを取るとかもさうわやばいじゃないですかそれそんなん見れへんでそこはいい塩梅でいろいろいい塩梅でそういうのも出せたら面白いんでいや出しましょうぜひありがとうございましたありがとうございましたということでこの動画いいねと思った人はぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。たくまでした